普段会社で働いているときに上司、同僚、部下の方々とお話しすることも多いと思います。会話の中でなんとなくうまくいかないな、思ったように伝わらないなというふうに職場でのコミュニケーションに悩んだことはありませんか？そのような悩みは心理学の考え方を用いることで改善できる可能性があります。今回の動画では厳格で威圧的な上司への対応について具体的に考えていきます。過去動画で心理学の一分野である交流分析で用いられるエゴグラムという性格診断法をご紹介しました。大まかに言うと、人は誰でも父親のような厳格さ、母親のような優しさ、大人の冷静さ、従順な子供、自由奔放な子供といった5つのキャラクターを使い分けているといった内容です。今回の動画はこの過去動画の内容を踏まえた内容となっていますので、まだご覧でない方はぜひご覧ください。なお、この動画は交流分析の考えを参考に、個人的な理解も交えながら作成しています。興味を持たれた方は、専門の書籍等もご参照いただければと思います。さて、早速ですが、厳格な上司との会話例を挙げます。厳しい上司だと、こんなこともできないのか、言われた通りにやれ、結果を出さないと意味がない、といったことを言ってくる人もいるかもしれません。このようなことを言われると、つい萎縮してしまったりする方も多いのではないでしょうか。このような上司の発言は、上司の中の CP、つまり父親のような厳格さから発せられます。どこに向かっているかというと、相手の AC、つまり従順な子供の部分に対して発しています。このようなことを言われたら、すいません、わかりました、といったような返答をする方も多いでしょう。これはどこからどこに向かっているのかというと、部下の AC から上司の CP に向かっています。このような対応をすると、表面上は穏便に済ますことができますが、このようなことがずっと続くと、部下の方にストレスがどんどん溜まっていってしまうことになりかねません。一方、ストレスが溜まったり、比較的激しい性格の方ですと、なんでそんなことを言うんだというふうに怒ってしまう方も出てくるかもしれません。これは部下の CP から上司の AC に語りかけているような状態です。このように会話の矢印がお互いに交差し合って、お互い批判的になると、収集がつかなくなってしまう可能性も出てきてしまいます。そこで今回お勧めする方法としては、大人の冷静さを持つ A の部分から言葉を発するということです。上司から感情的に言われたとしても、具体的にどうすればいいのか教えていただけますかといったような冷静な態度をとってみます。すると上司も冷静になりやすくなり、例えば、ああ、こういうことだ、わかったかというふうに落ち着いてくれる可能性が高まります。事実関係や具体的な内容などを教えてもらったら、何々ということですね。ありがとうございます。というふうに大人の冷静さを持ちながら感謝を述べてみましょう。すると上司も、わかればいいんだよというふうに返してくれる可能性が高まります。このように自分から冷静な対応で返すことで、相手も感情的な態度から理性的な態度に変わってもらいやすくなります。応用例として、例えば先ほどのようにお礼を述べた後に、ご心配をおかけし申し訳ございませんでした。といったような謝罪の言葉を相手を思いやる気持ちで発してみることが挙げられます。そのような言葉をかけると、上司の方も例えば、もういいよ、次から気をつけるように、といったような言葉を発し、和やかに会話を終了できる可能性が高まると思います。このように相手の心情を思いやることで、
お互いすっきりして次に進みやすくなります。注意点としましては、例えば、何々という面もありますが、いかがしましょうかといったような、一見問題なさそうなことを裏で、何を言ってるんだ、俺の方が賢いんだよ、と相手を蔑むような気持ちで言ってしまうと、相手を逆なでするようなことになってしまいます。言葉には直接出なくても、言葉を発する際の表情や言い方、ニュアンスなどで相手には感づかれてしまうものです。いやいや、そうやって相手を逆なでできるのが目的なんだよ。そのまま終わったら悔しいでしょと思う人も中にはいるかもしれません。そのような人はもしかしたら、相手と長期間にわたり建設的な関係を築くことよりも、短期的な自己欲求や自己満足、または自分のプライドを優先している可能性があります。会社は基本的にチームプレーであり、また上司になればなるほど様々な個性の人をうまく束ねていく必要があります。チームよりも自分の都合を優先してしまうと、仕事がうまくはかどらなくなってしまう可能性が高まります。よって少なくとも会社の中で周りから評価してもらいたい、出世していきたいと思っている人は、今のうちから考え方を改めていくことが必要かもしれません。まとめです。この動画では、厳格で厳しい上司の方に対する対応例を見てきました。心理学のエゴグラムの考え方を用いることで、それぞれの対話を構造的に見ることができました。具体的には、大人の冷静さを持つ A の心を使い、こちらから冷静な態度で対応することが大事であることを見てきました。そうすると、上司から冷静な受け答えをしてもらいやすくなります。このような方法で上司の真意を理解し、どのような事実関係からどのような行動をとるべきなのか、具体的に確認しながら仕事を進めていくといいのではないでしょうか。この動画を気に入った方はチャンネル登録をよろしくお願いします。今後も製造業に関する役立つ情報を発信していきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。